皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニー企画部のチャンシューでございます。どうもこんにちは。今回は、こちらの初音ミク5thアニバーサリーを紹介していきたいと思いますので、最後までどうぞご覧ください。今回のこちらの商品担当も、おなじみのハマコが担当しております。ちょっとハマコから手紙を預かっておりますので読ませていただきます。本企画は2022年に15周年を迎える初音ミクに合わせてグッドスマイルカンパニーが立ち上げた初音ミク 5th アニバーサリーフィギュア企画です。15周年ということで語呂合わせになりますが、いちご、1と5ですね。いちごをテーマに設定しました。いちごの愛らしいイメージを生かした衣装デザインとイラストを描いていただくにあたっては、レーシングミク2021企画でもお世話になったイラストレーターの森倉円さんにお声をかけさせていただきました。今回はですね、フィギュア企画用に弊社でイラストテーマから立ち上げたものであるため、フィギュア映えを意識してイラスト制作を依頼させていただきました。いちご、リボン、スイーツ、ピンクや赤など、今回はストレートに可愛いを詰め込んだフィギュアになっております。加えて今回のミクは中が空洞でイチゴを逆さにしたような膨らみのある特殊なツインテールになっております。ツインテールのボリューム感がかなり特徴的になっているかと思います。今回のイラストレーターさんは、前回ローズケージでも紹介いただきました森倉円さんになります。思わず触れたくなるような柔らかい髪の質感ですとか、吸い込まれそうな瞳の表現の使い方に特徴のあるイラストレーターさんです。日常の中にある少女たちの可愛い仕草とか、優しい色使いと、タッチを描くのがすごく、得意なイラストレーターさんになります。まずは 3D 制作になります。パソコン上でフィギュアのシルエットを制作していく形になります。これがまず土台ですね。いきなりこの形に現物を出すのではなくて、3D 状態を画像に起こして、版元様にご監修いただきます。でそこから、版元様に OK いただけた後に、いよいよ、この我々がいるこの世界に出現させるために 3D データを出力いたします。出力した原型を調整して、また再度版元様に監修いただくという形になります。でそこから先は今度は色を塗る準備になります。なので、原型を反転という形で、いわゆるキャストって言われるレジンキャストっていう素材に置き換えるために反転という作業を行いまして、そこからいよいよ今回のこの素晴らしい彩色作業に取り掛かり、それをさらにまた版元様に見ていただくという形になります。今回その版元さんともちろん森倉円さんにも、ご監修いただいてますので、もうバッチリ関係各社には太鼓判を押していただける商品になってます。今回のフィギュアは、なんといってもパッと見てツインテールのボリュームがかなり大きいです。ミクさんといえばツインテールという記号的なところはあるんですけれども、いつも以上にかなりボリューミーで、かつちょっとイチゴを逆さにしたようなモチーフが入っておりますので、ここを形状をイラスト通りの可愛らしさを維持しつつ、かつフィギュアとしてのバランスをしっかり取るための、何でしょうね、バランス調整ってところでもかなり苦労いたしました。基本的には森倉さんがかなり細やかな設定画を作っていただいてますので、我々の方でアレンジを加えたということは特になく、むしろイラストをどこまで再現できるかというところにこだわっています。あとはそのイラストの印象を壊さないように、かつバランスが取れるように、この大きなツインテールを支えるための支柱は用意したくなかったんですね。例えばクリアの支柱が立ってたりするとすごく邪魔になってしまうじゃないですか。なのでツインテールを支える衣装とのこの位置関係とかバランスというのを作りながらいろいろ調整していた次第です。原型担当は加藤学さんが担当してくださいました。彼は今までにレーシングミク2014年バージョンですとか、レーシングミク2017年バージョンを担当しておりまして、ネンドロイドに関してはかなり精通している原型担当です。特徴としては、女の子らしい可愛らしさとかしなやかさっていうところでは、彼の右に出る者はいないかなというところで、かなり適任の原型師ですね。ツインテールがあって、ミクさん本人のボディがあって、さらにそれを支えているこの土台になるお皿ですね。その上に軽やかに
立っている姿というのはかなりバランス調整の上でも重要な部分でした。さらにこのお皿なんですけれど、元のイラストですとこの床に対してお皿も平面についてはいるんですけど、お皿もすごく可愛らしいデザインだったんで、横から見ますとですね、このように斜めに起きてるんですね。こうすることによって、ミクさんの正面から見た時でもお顔とあとお皿のデザインも両方見れるような仕組みになっています。先ほど質問あった何でしょう、オリジナルの要素ってところで言いますとありましたね。確かにこの台座のところは、我々なりの解釈を行っております。この後ろ側に大きなリボンが入っておりまして、お皿を起こす上でどうしてもそのクリアランスとして起こした分の幅の造形が必要になってきます。台座のこの幅の部分がどうしても間が埋まらないので、例えばレースのこういったデザインですとか、あとは後ろにこの何でしょうね、やっぱアニバーサリーすごくおめでたい商品なので、こういった大きなリボンをつけて、お祝いをするような、イメージを、強く出しております。まず、彩色を担当してくださったのが、中野フィギュア教室の福井さんという方です。この方、これまで弊社のスケールフィギュア数多く担当してくださいまして、かっこいいキャラクターから可愛いフィギュアまですごく幅広く対応できる素晴らしいフィニッシャーさんです。色の特徴、こだわった点としては、やはり15周年をお祝いするフィギュアなので、色鮮やかかつゴージャスに仕上げております。ミクさんの髪のこの緑色と、あとはこのリボンの赤のコントラストが見ててすごく楽しいフィギュアになったかなと思います。ミクさんのフィギュアたくさん作らせていただいたんですけれど、もう、毎回可愛いっていう声が出るんですけど、多分今回ひときわその可愛いっていう声が大きかったなと思います。それは我々、企画担当、もちろんフィギュアの制作に携わった制作部、あと、弊社代表の秋もこれはいいねと、秋さん監修っていうのが社内であるんですけど、店に行ってもうほぼほぼ OK でした秋さんの目を通して見るやっぱフィギュアのクオリティっていうのもあったりするんですけど、秋さんが見てもこれはすごく良いミクだねっていうふうに言ってもらえたので、もう我々としてはもう胸を張って出せるものかなと思いますし、もちろん森倉さんにももうとても可愛く作っていただいてありがとうございますというお褒めの言葉をいただきました。おそらくこれランク付けするともう SS ランクのかなり難易度の高いフィギュアになるかなと思います。まだ工場にはこのフィギュアはちょっと写真でしかお見せしてないんですけれど、少なくとも工場担当曰く、かなり作り応えのある、裏を返せばかなり難易度の高いフィギュアと言えるんじゃないでしょうか。今回こちらかなり大きめのフィギュアになっておりまして、でかつそのバランスも絶妙な形で成り立っております。なのでそれをそのお客様に届ける上では今以上の安定感と、かつ、その福井さんが仕上げてくださった色をもうほぼ全く同じものを仕上げる必要があるので、そこは同じものにするという難易度は他のフィギュアも一緒なんですけれど、ここにかかっているこのこだわりの部分でいうとたくさんあるので、そこはかなり工場大変なんじゃないかなと思いますね。そこはもう間違いなくお約束できると思います。推しポイントとしてお伝えしたいところがございまして、でまずそのツインテールなんですけれども、表面のお色と中の色が全く異なります。最初にイチゴをひっくり返したようなモチーフともお伝えしたんですけど、ある意味ケーキの泡立て器、ホイッパーのような形状になってまして、中が空洞なんですね。お客様が見た時、元のイラストのイメージを損ねないように、表面はちょっと明るめに、中は逆にちょっと暗めに、ちょっと青みがかった、緑という形で、色分けをしております。それ以外のところはですね、この全身に入った赤いリボンの数々ですね。さっき弊社のスタッフからも言われたんですけども、これ本物のリボンですかって言われても、それはもう何でしょうね、作り手側としてはやったぜっていう感想なんですけれども、本当にリアルなリボンに見えてしまいそうなほどもう塗装の風合いがかなりこだわったものになっておりますので、ここはもうぜひとも現物を見ていただきたいなってところでございます。次はですね、このフォーク動画越しで見ていただくと
あれもしかしたらこれ金属でできてるのかしらとか、メッキ加工しているのかしらって思われるかもしれませんけど、これも塗装です。フィニッシャーさんが手作業でこの風合いを出しています。僕らとしてもどうやってやったのかっていうのを最初にちょっと疑問に思ったぐらい、本物の金属の食器のように見えるような風合いで仕上がっております。押しアングルはやっぱりイラストと同じですね。ミクさんの目線が皆様としっかり合うアングルで見ていただくのが多分一番いいアングルです。やっぱり森倉さんの素敵なイラストと、それをそのまま再現したいという、制作側の気持ちが詰まったアングルがやっぱり目線合わせメインカットになると思いますので、ここをまずバチッと見ていただきつつ、皆様のそれぞれの押しアングル、ここもいいんじゃないっていうのを発見していただけたらなと思います。こちらのスケールフィギュア以外には同じデザインでネンドロイドが進行しております。こちらの方はですね、パッケージもかなりこだわっておりまして、白押しの特別仕様になってます。担当の浜子曰く、舌をペロッと出した満足顔がおすすめというふうに聞いてます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。初音ミクの15周年をお祝いする上ではこの上なく素晴らしいフィギュアに仕上がったかなというふうに思います。ミクさん、可愛いを詰め込んだ素晴らしいスケールフィギュアとなっておりますので、ぜひともお手元にお迎えいただければと思います。